大人のための英文法へようこそ。今日のエピソードでは be 動詞の意味の一つを紹介します。be 動詞は A イコール B の関係を表すことができます。つまり主語が誰または何なのかを言うことができるのです。主語について詳しく説明するというのは be 動詞の他の用法にも共通するので覚えておきましょう。いくつか例文を見てみましょう。まずは一つ目。I am John。私はジョンです。この文の主語は I、つまり私です。be 動詞である am は I の正体が John であると教えてくれます。二つ目。My cat's name is Jasper. 私の猫の名前は Jasper です。この文の主語は My cat's name、つまり私の猫の名前です。そして be 動詞である is は名前イコール Jasper という関係を表しています。最後に一つ注意点があります。数学における統合イコールは対象関係を表します。簡単に言い換えると A イコール B と B イコール A の間には全く違いがないということです。しかし be 動詞が表す関係は必ずしも対象ではありません。この事実を示す例を一つ紹介します。John is a student. John は学生です。この英文は正しい文です。しかし John と a student を入れ替えると不自然になります。A student is John. 学生はジョンです。なぜ不自然になるのかネイティブスピーカーに聞いてみました。ある回答によると A student is John という文は世界中のどの生徒をとってもジョンであるというニュアンスに捉えられるためおかしいそうです。be 動詞を使う際の原則としてa 普通名詞、be 動詞、固有名詞という形は取ることができないと覚えておきましょう。普通名詞とは学生、リンゴ、平和のような生き物や物事、概念などを指す名詞で、対する固有名詞はジョン、東京、ソニーのように特定の個人や団体の名前や地名などを指す名詞です。今日のエピソードはここまでです。次回は be 動詞の意味の2つ目を紹介します。